今毎日辛いとか、もう嫌なことばっかり起きるとか、いいことが全く起きないから自分は世界からいなくなってしまった方がいいんじゃないかとか、もう世界が辛いことばっかりだって人いると思うんですけど、実は今自分が見てる世界っていうのはもうこれくらいしかないんですよ。でも世界ってもうこんなにいっぱいあるんですね。こんなにいっぱいあるのに、なんか人間一人が見える世界ってもうこんなんなんですよ。ここしかなくて、世界の全体像のもう1ミリにも満たしてないくらいの狭い視野でしか見れないんですね。だから今辛いって思ってても全然それは環境を変えると大丈夫になるよっていう話なんですけど、ちょっと好きあらば自分語りということで自分の話をしていきたいんですけど、私って幼少期から全部負け組人生だったんですよね。選択を全て間違っていた人生で、幼少期からいじめというか、人間関係があんまりうまくいかなくて、この悪口とか陰口とか殴ったり蹴ったりの暴力とか学校であって、で私はねこれ別にそんなにめっちゃ辛い過去っていうわけでもないけども、うまくいかなかったんですよ、とりあえず。幼少期の子供の頃からずっと学業も友人関係もうまくいかなくて、で社会人になってもうまくいかなかったんですよ。人間関係もだし仕事もうまくいかなくって、それでもう私の人生何してもダメだって思って、で命を絶とうとしたんですね。毎日生きてても辛いことばっかりだし、本当に地獄、この世が地獄だったんですよ。で毎日息してるだけでも辛いし、もう死ぬしかねえと思って死のうと思ったんですけど、死ぬ時がすごくきつくて、人生で一番自分の体が苦しかった、もうトップに入るくらい未遂した時が辛かったんですね、体がね。できつすぎて、こんなに苦しいなら生きた方がいいやって思って生きたんですけど、それくらい私は毎日苦しくて地獄だって思ってたんですけど、それも本当に私はもう視野がこんな風になってて、私がここの常識でしか生きていけないというか、ここでやっていかなきゃ死だって思ってたのって、こんなちっちゃい場所のことを言ってて、転職したりだとかなんだとかで今めっちゃハッピーになったんですけど、転職したら場所が変わって、でいろんな人と関わって、どんどんこんな世界もあるんだ、こんな考え方もあるんだ、こんなコミュニティもあるんだっていうのが分かってきて、いっぱいね世界が広がって、今までの自分の常識、ここでこういう風にしなければいけないとかなくなったんですよね。こういう風に生きなければいけない、こういう風にしなければいけない、そうできなければ死ぬしかないっていう考えが環境を変えたことだけで一気になくなったんですね。こんな私でも生きてもいいようになったんですよ。だから学校とか仕事とか今生きてて辛いとか、自分が必要のない人間に感じる、自分がダメなやつに感じるって方は、やっぱりいろんな世界に触れた方がいいかなって思うんですよね。いろんな仕事をしてみるとか。で私は対人スキルが全くなかったんですけど、気力だけはあって、休まなくても大丈夫とか、休まなくても大丈夫だし寝なくても大丈夫っていう謎の根性があったので、それでなんとかね乗り切ってるんですけどだからね、私みたいに何の特技もなくて人よりだいぶ劣ってる人間でも何か絶対に強みはあると思うし、というか生きてるっていうだけで割と強みだと思うんですよ、世の中においての。だって
犯罪者だって結局社会復帰して幸せに生きてるんだから、生きてるだけで何かしら生きていく術はあるし、全然ね、実は大丈夫なんですよ、人生って全然大丈夫ですね。だから今辛いからといってこの先ずっと辛いっていうわけじゃなくて、環境を変えたりとか、いろんなことに挑戦してみたりとか、そうすることで自分のこんな狭かった視野がめっちゃ広がっていって、いろんな世界を知れて、そこでどこか自分に合ったところが見つかると思うんですよ。でも私はね、最近思うのが、自分の主観だけで物事を見ちゃいけないなって思うんですね。例えば相手の人は悪意がないのに、自分がこれは悪意だって感じちゃって敵視して、本来だとうまくいくはずだった人間関係や物事が、そのせい自分の主観で決めつけて、この人は悪い人って決めつけることによってダメになっていっちゃうとか全然あるし、なんだかんだやっぱり世渡り術ってすごく生きていく上で大事だなって思うんですよね。主観だけで決めて失敗するっていうの、私周りの人とかすごくよく、自分でもあるし、自分も周りの人も見てて、これダメだなって、こういう自分の主観だけで物事を捉えちゃってダメになっちゃったんだなっていうことがすごくあるから、自分の反省も兼ねて、どんな出来事であれ全ての出来事には必ず原因があると私は思ってて、例えばめっちゃサボるやつ、めっちゃ寝坊いっぱいしてサボるやつがいるとするじゃないですか。で当然そいつはめっちゃ糾弾されるわけですよ。あいつはダメだ、あいつはダメだ、クズだ。それはまあそうなんですけども、でもその人がじゃあなんでサボってるのか、なんで寝坊したりサボったりを繰り返すのかっていうのは、一概にその人が舐めてるからとは限らないんですよね。何かしら理由があるんですよ、これって。何かしら理由があって、その人はそういう行動をしているから、その人の取り巻く環境とか、その人の取り巻く状況、心理を考えて、なんでその行動をしてるのかっていうのを考えていきたいなって私は思うんですね。例えば自分がすごく嫌なこと言われたとか、めっちゃ嫌なこと言われた、あいつは私のことを嫌ってる、嫌なやつだって決めつけるんじゃなくって、嫌なことを言われたら、なんでこの人は今こういう言葉を発したんだろうみたいな、その人が今置かれてる状況は何だろう、この人はどういう経験をして、どういう思考になって、どういう考えで今この言葉を言ったんだろうって考えて、客観視、いろんな方面から物事を考えれるようになったらいいかなって思うんですね。私もそれはあんまりできてなくって、他人を見て気づくので、これはこの人の言ってることだけが原因じゃないなとか、この A さんは本当はこう思ってそうなのに B さんが違う風に解釈してるなとか、そういうところで人間関係がこじれて自分の環境が居づらくなったらもったいないじゃないですか。だからそういうところをね、考えれるようになったらいいかな。何でもかんでもやっぱマイナス思考に捉えないのがいいんじゃないかなって思うんですね。ネガティブに捉えたっていいこと一つもないですよ。あの人悪口言ってるとか、あの人嫌がらせしてくるとか、いちいちそんなことを思っちゃっても自分が辛くなるだけだし、自分も辛くなるし、周りも良くなくなるし、自分の捉え方一つであの人嫌な風に捉えててコミュニケーション取りづらいなとか思われて、それで居づらくなっちゃうかもしれないから、多方面から物事を見て、
なるべくプラス思考に、あんまり嫌なこと考えないもうスマイルヘラつき人生にするのがいいんじゃないかなって思うんですね。私もできないけどできるようになりたい。今年は体だけ大人になって精神が全然未熟なので、精神をもっとね大人になっていきたいですね。そういうことで、私が言いたかったのは、今が辛くても見えてる世界ってすごく狭いから、世の中はいっぱいいろんな世界があるっていうことを知ること、いろんな行動や挑戦をして自分に合った生き方を見つけるのがいいんじゃないかなっていうことと、やっぱりネガティブ思考はダメだってなんであれ、スマイルヘラつき人生がいいという話ですよ。でもヘラヘラしすぎて舐められるっていうことはあるかもしれないんで、私はダメかもしれないですけど結構はっきり言ってしまうので、本当に嫌になったらはっきりそういうこと言われるのはちょっと嫌なのでやめてくださいっていうのがいいと思いますよ。こいつは強く当たっちゃいけないって思われたら何も言われなくなるんで嫌なこととかね、本当に嫌だったらもう拳で殴り合ったらいいと思います。とはいえ私は注意されたり叱られたりすることがなくなるのが一番怖いと思ってるんですね。怒られなくなったら終わりだと思う。だから嫌なことは嫌って言うけど、本当に大事な指摘、自分が直した方がいいなと思うところは素直に受け入れて直したりとかする方がいいと思います。何でもかんでも嫌なことって思うんじゃなくて、自分に必要な知った激励は飲み込んでしていきたい。そんな話でした。